皆さん、こんにちは。このチャンネルでは、環境、健康、テクノロジーの3つのテーマのうち、毎回1つのテーマを取り上げて、解説、情報をお届けします。第1回目は、加速する気候変動、特に深刻な地球温暖化を理解するために必要なキーワードとして、温度変化を詳しくお話しします。環境問題の理解には欠かせないテーマなので、ぜひご視聴いただけると幸いです。このチャンネルが面白かった、わかりやすかったという方は、グッドボタンを押してください。チャンネルに興味を持った方は、チャンネル登録をお願いします。では早速、本編をお楽しみください。地球温暖化と温度とは、どのような関係なのか。私が学生の頃は、地球温暖化と温度が、具体的にどんな関係にあるものなのか、詳しく教えてくれる人や参考文献はありませんでした。なんとなく、地球の温度が高くなっている。そんな印象を持つ人が大半なのかもしれません。私もそのうちの一人でした。温度と地球温暖化を具体的に結びつけて、詳しくかつ一般の人がわかるような解説はあまり見たことがありません。テレビで見る温暖化の特集も、温度と温暖化が具体的にどう関係しているのかを明示的に示すことはしていないように思います。だからこそ、このチャンネルでは具体的に解説していこうと思います。皆さんは温度を説明する際、どういった説明をするでしょうか。ウィキペディアでは温度のページの冒頭に、このような記載があります。温度とは温冷の度合いを表す指標である。このような説明でピンと来てしまう人は、この動画を見る必要はありませんので、何か他に興味を惹かれる動画を見つけてみてください。ピンと来なかった人は、私と同じなので少しだけ親近感が湧いてきます。では、ピンと来なかった人が温度を理解する上で、まず知ってほしいことがあります。それが絶対零度です。絶対零度とは物質の持つエネルギーがゼロの状態を表しており、すべての物質が固体になり、静止する温度のことを言います。絶対零度の具体的な温度は、マイナス摂氏 273.15 度です。どうして絶対零度が温度を理解するのに重要なのか。それは、こう言い換えるとわかりやすいと思います。絶対零度以外の温度では、すべての物質がエネルギーを持っているということです。あるいはエネルギーがゼロではないとも言えます。絶対零度と温度の関係が少しだけ分かってきたと思います。きっと温度について理解がしやすくなっているはずです。少なくともこの動画を見る前よりも理解に近づいていると思います。温度について私なりの説明をするなら、温度とは物質がどのくらい熱エネルギーを蓄えているのかを表す指標です。温度をさらに理解するために、温度変化がどのように影響するのかを見ていきましょう。高温の物質は、同じ物質が低温の時よりも多くの熱エネルギーを持っています。過去の偉人たちの功績で、エネルギー保存の法則、熱力学の第一法則が提示され、熱エネルギーは運動エネルギーに変換できるということが解明されています。つまり、熱エネルギーをたくさん持っている物質は、活発に動くための
運動エネルギーもたくさん持っているということになります。ほとんどの純粋な物質は温度が上昇するにつれて、固体から液体へ、液体から気体へと変化していきます。これは物質の三態と呼ばれています。ほとんど止まっている状態が固体、ちょっと動いている状態が液体、活発に動き回っている状態が気体です。このような見た目の変化は、物質の質量と熱エネルギー、運動エネルギーの相互作用によって起こります。次回以降の動画でも、温度が物質の状態に影響しており、見た目が変わるということが重要なので、ぜひ覚えておいてください。第1回、地球温暖化を紐解く。キーワード1、温度変化。こちらが今回の動画のまとめです。温度変化について次のことをお話ししました。絶対0度とは物質が持つエネルギーが0の状態である。絶対0度以外の温度の物質は多少のエネルギーを持っている。温度は熱エネルギーをどのくらい持っているかの指標である。熱エネルギーと運動エネルギーは相互に変換できる。温度が変化することで物質は固体、液体、気体へと変化する。次回は地球上の約 70% を占める海。その主要な構成物質である水。水の状態変化、三態について詳しく解説します。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。